はい、皆さんこんにちは。モノルです。今回はこちらフライディジの Apex 5をレビューしていきたいと思います。このコントローラーですね、フライディジの Apex 4っていうね、前作から引き続きですね、フライディジの製品の中ではフラッグシップになっているコントローラーかなと思います。特に特徴的なのがこのスティックのテンション調整機能っていうのがついているっていうところとですね、アダプティブトリガーっていうことで、トリガーストップはついてないんですが、モーターのね、力でトリガーストップを疑似的に作るみたいなことができるコントローラーになっていてですね、まあ言ってみればストロークが短くなるようなトリガーストップとよく似ているんですけど、これがね、私すごく良かったっていうね、ところで、Apex 4の時もね、結構気に入ってたんですが、こちらね、結構そのあたり、面白くていいコントローラーだなと思ったので、そのあたりチェックしていきたいと思います。もうすでに全ての検証とかやってきたんですが、めちゃくちゃ強いコントローラーだなっていうところは間違いないですね。かなりこのコントローラーですね、スティックの設定っていうところを煮詰めなきゃ、なかなか使いこなすのが難しいかなっていうところがあったコントローラーでした。ただね、それさえやってあげれば、かなり強かったです。当て感っていう意味だとね、G7 Pro とかね、あのあたりとかなり近いような、かなり強力なコントローラーだったかなっていうふうに思いますので、そのあたりもね、含めてじっくりとチェックしていきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、そしたらモノルの方でサクッとスペックの方をチェックしていきたいと思います。カラー展開は1種類で、対応機種、PC、スイッチ、iOS、Android、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しているということで、フルスペックなコントローラーということになってます。スティックの方はホールエフェクトスティックですね。ちょっとね、このあたりやや時代遅れ感っていうのはね、感じなくはないんですけど、フライディジはね、ホールエフェクトで行くっていうことみたいですね。スティックの感度カーブノンリニアでした。背面4ボタンとショルダー2ボタンの合計追加6ボタン仕様ということでですね、最近のトレンドとしてね、だいぶこういう追加6ボタンっていうのが増えてきたかなっていう感じがしますね。遅延の値っていうのはこのあたり、でしたね。かなり遅延の値も優秀だったかなっていうふうに思います。ポーリングレートの方はですね、高承値 1000Hz ですが 876Hz っていうね、私の実測値でした。バッテリーの駆動時間あたりっていうのもこんな感じですね。15時間駆動するっていうことで結構長めかなっていうふうには思いますね。スティックの重さ、可変です。調整が自分で、このね、ネジでできるっていう形になっていて、デフォルトではですね、50g フォースぐらいでした。これはね、個体差ももしかしたらあるかもしれないんですが、私のね、個体に関しては 50g フォースっていう重さでしたね。で、ジャイロセンサーとマクロ機能っていうのにも対応しているということです。で、価格がですね、現在ソフマップで 18,870 円税込みっていうことなんですが、探すと 17,000 円ぐらいですかね。17,000 円から 18,870 円。このぐらいの価格っていうことで、もともと Apex 4も結構ですね、価格高めなコントローラーではあったんですが、こちらさらにね、もう2万円届きそうっていうことでですね、ハイエンドなコントローラーに片足突っ込んでるかなっていうところがあります。だいぶね、懐には痛めなコントローラーでした。はい。私もね、実際 17,000 円ぐらいでこちらのコントローラーは購入をしています。今回の Apex 5の検証にはですね、ファームウェアのバージョン 7.0.2.9 っていうものを使って検証をしております。それでですね、スティックの感度カーブっていうのがこちらの形ですね。こちらのコントローラーですね、センターセンシティビティっていうね、中央感度ですね、スティックの中央の感度を3種類、ロー、ミディアム、ファーストから選ぶことができるんですが、それぞれ計測を行いました。このグラフで見るとですね、ローでもやや、ちょっとね、カーブを描いてるかなっていうところで、ミディアムとファーストに関しては結構ね、変わったカーブを描いてるかなっていう気がします。リニアとの誤差こんな感じですね。ローが一番リニアに近くて、ミディアムだとちょっと盛り上がってるような感じでね、だいぶ高感度差が強い、そんなスティックになってました。デフォルト設定で使うっていう場合もですね、このスティックの中央感度に関してはですね、ローっていうね、値を使った方がいいかなっていうふうに私は感じました。左右差の方も若干大きめですね。20% ぐらいは左右差がちょっとあったかなっていうんで、スティック自体の作りとしてはね、こんなに左右差が出るような作りでもなく、またね、スティックのね、
配置というんですかね、このトップパネルのリングのところとの位置関係もですね、そこまで右寄りっていうわけじゃないですね。若干右寄りかなぐらいでね、そこまで配置悪くはないんですけど、これだけね、ズレが出てしまってるっていうところはちょっと不思議なところでした。はい。で、リニア化設定の方はスティック中央感度をミディアムにしてですね、カスタム感度2の3、40の35っていう設定をしてあげるのがおすすめですね。こんな感じでね、だいぶデュアルセンスエッジのね、感度とよく似た感じになるかなっていうところです。はい、それでですね、こちらの Apex 5ですね、中身見ていくとですね、はい。こんな感じのね、ウェルカムカードが入っていたりとかですね。あとこちらですね、もともとこの背面パドルっていうのがね、別でついてきてたので、こんな感じでですね、このね、背面パドルを、この、穴の中にね、この背面パドルの棒があるので、こちらをここに差し込んであげて、固定するっていうね、こんな感じの背面パドルが左右についてました。はい。こちらね、こうやって差し込んであげて使うって感じですね。なんで、下2つに関してはね、いらない人は外して使うっていうこともできますね。はい。で、その他ですね、はい、を使ってるんですが、こちらの無線ドングルですね。こちらも別で入ってますね。はい。こんな感じのボタンとかついてないシンプルな無線ドングルですね。ニアリンク Apex 5で書かれた無線ドングルになってます。はい。で、それ以外に入っているものとしてはですね、USB ケーブルですかね。はい。布織りされた青いストライプが入った USB ケーブルになってます。で、その他にですね、こういうサッシ類とともにですね、いろいろ入っています。よいしょ。はい。まず一つ目が、リセット用のピンですかね。自分用にね、イルミネーションをカスタマイズするシートですね。かなり分厚めのね、今時珍しいですね。各言語版の、取扱説明書っていうのがバッチリ入ってます。あとはいつもの宣伝冊子ですかね。はい。こんな感じですね。まだ新製品は Apex 5しか載ってないですね。ある意味この Apex 5っていうコントローラーが Beta 5S、Beta 5 Pro のね、元になるコントローラーということでですね、そのあたりですね、どんなものか先にね、ちょっとお試しできるっていう、そんなコントローラーにもなってるかなと思います。はい、これで全てですかね。箱底面には何も入ってないので、はい、私が購入した Apex 5に関しては充電ドックが付いてないものでしたので、付属品は以上ですね。スティックの替えとか十字キーの替えとかも付いてないかなりシンプルな付属品だったかなと思います。18,000円とかね、7,000円するコントローラーとしてはちょっと物足りないかなって正直思ってしまった付属品だったかなって思います。できればね、このスティックとかもこうやって外れるので、標準で付いてるものを使ってね、フリックつけるっていう風に私は普段から使うんで、そこまでね、大きな問題にはならないんですけど、なんかね、ちょっと、もう少し付属品あってもいいんじゃないかなっていう風にはちょっと思ってしまいました。はい。そしたら本体の方を見ていきたいと思います。サイズ感は Beta 4とか Apex 4と全く同じかなと思います。持ちやすさとかはどうですかね。無難にいいかなっていう感じはします。そこまでね、手が小さい方も手が大きい方も無難に大体の人が使いやすいっていう感じのサイズ感かなっていうふうには思いますね。まずどこから見ていこうかな。そうですね。まずフェイスボタン、ABXY ボタンのストロークはこんな感じです。短くもないですけど、そんなに長くもないですね。でややね、ボタンのオーカーツちょっと高めかなっていうんで、ちょっと重い感じっていうのはします。フェイスボタンに関してはマイクロスイッチですね。で、十字キーはタクトスイッチですね。はい。この十字キーはどうですかね。斜め入力は入りやすそうな感じがするんで、結構良さそうな十字キーな気がします。で、LB、RB タクトスイッチ、ショルダーボタンタクトスイッチですね。でね、このショルダーボタンややこのトリガーからですね、ここがくぼんでいるっていうね、おかげでちょっと距離が空いているような感じがします。どうですかね。ちょっとね、距離遠いかなっていう感じがするかな。なんでね、押すときは意識してここを押しに行くっていう、そんな感じが必要にはなってくるかなっていうところで、もうね、持ったままで押せるっていう
感じじゃなくてね、こう意識して押しに行くっていう感じになってるかなっていうところで、このあたりはね、まあショルダーボタンの使い方次第なんですけど、ちょっとね、もうちょっと近い方がいいよという方もいらっしゃるかもしれないですね。で、トリガーに関してはストロークこんな感じです。はい。通常のアナログトリガーですね。ちょっと設定の方を見ていくときにね、このトリガーのアダプティブトリガーの設定いろいろとチェックしていきたいと思います。で、背面ボタンですが、これすべてタクトスイッチですね。なんで、フェイスボタンだけですかね、マイクロスイッチが使われているのは。そうですね。そういう意味ではね、ちょっと最近のコントローラーとしてはちょっとね、ボタン類の部品っていうところはちょっと物足りなさを感じるかなっていうところがあります。マイクロスイッチがね、対応されているっていうコントローラーの方が好きな方はね、ちょっとこれではね、厳しいかなっていうところではありますね。まあ実際の使い心地としてもね、私はマイクロスイッチの方がいいかなっていうふうに思うんで、少し使い心地もね、劣るかなっていうところがありました。ここに電源スイッチがあります。オフ。オンっていう風にできるようになっていて、ここに充電ドックの端子で、下側にはですね、プロファイル切り替えとかね、のボタンが2つついてます。見ての通り、イヤホンジャックですね。そちらはついていません。そんな感じの構成ですね。はい。で、フライディジ Apex 5のスティックの直径は、16.5 ミリですね。ちょっと小さめになってます。なんで Xbox 向けのフリークしかつかないですね。PlayStation 向けのフリークはかなりブカブカなんで、Xbox 向けのフリークをつけるっていう形になりますね。フライディジは今までね、ちょっと特殊なスティックだったんですけど、こちらについてはね、かなりスティックの径が変わってきているっていう感じがしますね。はい。じゃあちょっとね、テンションの方を見ていきたいと思うんですが、テンションを調整するにはまずこの十字キーを外して、で、このカバーを取り外します。このカバーがまあまあ取り外しにくいんですが、はい。で、この状態でですね、ここにあるネジですね、このネジを調整することで、スティックの重さを変えることができます。今これ右が 50g フォースぐらいでしたけど、左はもうちょっと重めになってるかもしれないですね。ちょっと試してみます。右スティックが 50g フォースぐらいですね、やっぱり。はい。で、左スティックの方は、やっぱ60ぐらいありますね。なんで工場出荷時は結構ね、スティックの重さばらつきあるかもしれないです。そしたら手持ちのマイナスドライバーで、これをいじっていってみます。右スティックを一番柔らかいところまでですね。はい。柔らかくすると、もうふにゃふにゃですね。もう完全にこれ、測れるんかなこれ。ちょっと怪しいぐらい軽いです。そうですね。まあ 20g フォースとかですか。はい。で、逆にですね、一番重いところまで持っていくとですね、相当重いですね、これ。はい。90g フォースぐらいですかね。実際だから 20g フォースから 90g フォースの間ら辺で調整ができるっていうことみたいです。で、一番重いところから、よいしょ。1、2、3、4、5、6、7回転ぐらいですかね。だいたい7回転ぐらいできて、それで最弱になるんで、真ん中ら辺狙うなら3回転とかしてみますか。一番重くしたところからですね。1、2、3、4。4回転ぐらいさせてみました。これで何グラムフォースですかね。これで 40g フォースぐらいですね。なんでもう1回転だけ締めようかな。1。はい。これで、これで 60g フォースですね。なんで一番強く締めたところから、3回転緩めてあげると 60g フォースぐらいになります。これが割と一般的な重さではありますね。右スティックも同様に一番締めたところから1、2、3、3回転緩めてみました。これで
そうですね。これでだいたい 60g フォースです。もうちょっと緩くしたい方はですね、半回転とかさせるといいかな。半回転緩くすることで 40g フォースちょっとですね。このあたりの微妙なところですね。4分の1回転で、50g フォースぐらいになりました。はい。50g ぐらいでいいかな。40でもいいかな、個人的には。40g フォースぐらいで使いましょうかね。こんな感じのスティックテンション調整っていうのができるスティックですね。なんでこれで、スティックの重さをね、あえて思いっきり軽くしてやることで、素早い切り返しとかができるっていうね、FPS 向けのね、いい機能っていうところで、あとは左スティックとかはね、あえて重くしてあげたりすることで、レーシングゲームとかにも使い勝手がいいということになっているっていうことですね。はい。はい、それでこちらのコントローラーは、ブルックの Wingman FGC-VX を経由してですね、PlayStation 5に接続することができます。普通にね、PlayStation 5の背面の USB ポートに接続してあげて、で、こういうね、USB A2C ケーブルで、Vader 5 Pro を有線接続してあげます。Vader 5に関してはですね、X インプットモードで接続してあげるといいですね。はい。で、電源入れてあげると、はい。普通に接続ができて、このように使うことができます。はい。ちょっと Apex Legends の方ね、遊んでいきたいと思います。はい。ワイルドカードをね、3マッチぐらいやってきたんですが、当て感に関しては文句なく良かったかなっていう感じがしますね。結構ね、Apex 5に関しては、当て感がいい方のコントローラーかなっていう気がします。G7 Pro とかとね、遜色ないぐらいの当て感があるかなっていうんで、それはね、PC だけじゃなくて、PlayStation 5でもね、FGC-VX を経由してもですね、感じることができました。スティックのね、ジョイスティックでバランスをオフにした時の震えが結構大きめっていうところが、そのね、理由かなというふうには思うんですけども、結構ね、エイムアシストがいい感じに効いてくれて、当てやすいなっていう感覚があってですね、ワイルドカード参戦だけではあるんですけど、もうね、すごく気持ちよく当てていくことができて、すごく楽しかったですね。遅延の方もすごく優れているので、これはね、G7 Pro と並んでかなり PlayStation 5に使うコントローラーとしてはおすすめ度が高くて、やっぱりね、追加6ボタンっていうところもポイント高いので、すごくおすすめかなっていう感じですね。3マッチでね、あんまりキルダメの方は伸ばすことはできなかったんですけど、ワイルドカードは正直運ゲーなところもかなりその辺はねあるかなと思うんで、どっちかっていうとエイムしっかりできるかなっていうところをメインに見てきた感じなんですが、これは文句なくね良かったですね。本当楽しかったです。やっぱりこの追加6ボタン仕様っていうね、ところはかなり貴重なのと、あとですね、トリガーですね、やっぱりボタンに変わらないんですけど、ストロークが本当に短くなってですね、ものすごくレスポンスよく打っていけるね、エイムと射撃のところっていうのがね、すごく使い勝手が良くて、特にエイムですかね、敵が速い動きをするときに、エイムを離したいときってあるじゃないですか。そういうときボタンタイプって結構強めにね、トリガーを押してるかなっていうんで、そっから離すっていうのが意外とタイムラグがあったりするんですけど、この Apex 5はね、ほんと軽く押すだけでいいんで、今みたいにね、腰打ちに瞬時に変えて、エイムをちょっとスピードアップさせて、追い切るっていうことがすごくしやすかった印象がありました。これはね、Apex 5ならではの本当にいいポイントだなって、本当常々ね、Apex 4の頃からもうずっと思ってるんですけど、このトリガー強く押し込みすぎるとね、トリガーストップの部分以上にね、押し込めてしまって、そこがマイナスだみたいに言われてはいるんですけど、このトリガーを本当にね、活用したいっていうんであれば、やっぱり弱く押すっていうところがすごく大事でですね、本当に弱めに押して、で、瞬時に腰打ちに変えたり、ね、瞬時に射撃を開始したりっていうね、そういう使い方っていうのは非常によく合っていてですね、これは流行ってるねマイクロスイッチボタンに変わるトリガーよりも私は優れていると感じましたね。とにかくプレステ5にはね FGC-VX との組み合わせで、Apex 5超おすすめでした。
はい。そしたら設定ソフトの方をちょっとチェックしていきたいと思います。はい。で、こちらですね、フライディーズのスペースステーションですが、4.0 っていうものがですね、Apex 5用に配布されてます。こちら改めてダウンロードしてきて、で、接続してあげるとですね、このように Apex 5の設定っていうのができるようになります。まず見ていきたいのは、これ言語なんですけど、現状ですね、この日本語っていうのがないので、英語でね、やるしかないっていう形になってます。で、オンボードコンフィグっていうところでですね、設定を細かく変えていきます。LED の設定ですね、ここのね、ストライプになっているところとか、ここのね、LED の設定ができたりしますね。はい、あとグリップのバイブレーションの強さとかを変えることができるっていうことですね。で、ボタンの設定です。ボタンの設定、このモードにしてからですね、ボタンを押すことで設定ができます。コントローラーのところから選んで、で、スペシャルってやるとですね、ここに塗るっていうのがあるので、これで無効化っていう設定もできます。あとはマウスのホイールアップダウン、レフトクリック、ライトクリックもできたり、マクロの設定ですね。で、連写機能の設定っていうのができて、連写機能は、0から30Hz までの設定っていうのができますね。ホールドとトグルっていうのもしっかり設定ができますということです。そうですね。キーボードのキーとかも一通りタブ、コントロール、シフト。はい。かなり細かくキーボードのキーも設定がしっかりできます。で、同時押し設定とかマクロで設定するっていうことになるのかなと思います。クリエイトってすると新しいマクロを設定できて、レコードで、はい。64ステップまでのマクロを組むことができるようになっています。はい。同時押し設定はこれでですね、例えばこうやって上げて、そうですね。これで押し始めですね。この下矢印が押し始めで、これがアップ、離すっていうことなんで、これがですね、X、この間ですね、同時押しになってるんで、これあれですね、最低 24ms 必ず開くんで、例えば同時押しですね、ここの間を100ミリ秒ってしてあげて、ここを24になっちゃいますね。なんでちょっと、少しね、同時押しは、微妙にね、完全に同時押しっていうのはできないみたいですね。ボタンの設定に関しては、やや劣る部分っていうのもちょっとあるかなって感じですね。で、ジョイスティックの設定っていうのがあってですね、普通にジョイスティックにマッピングするか、キーボードに設定するっていうこともできますね。で、マウスの方も設定ができて、マウスがね、このスティックで操作できるようになりました。デッドゾーンとか、あとはセンシティビティの設定ができますということですね。で、ジョイスティックの方にマッピングした場合、サーキュラリティアルゴリズムですね。円形か区形かっていうのを選ぶことができます。また、カスタム感度の設定とかですね。デフォルトの設定、リニアの設定っていうのと、カスタム感度、インスタントディレイっていうプリセットっていうのがあります。私は、この2の3の40の35ですね。こちらでいいかなっていうふうに思うんで、このように設定をしておきたいと思います。で、センターデッドゾーンはアンチデッドゾーンですね。これが。で、こっちが普通のデッドゾーンという2つの設定ができるのと、エッジの方もね、アンチデッドゾーンと普通のデッドゾーンですね。この2つの設定ができるようになってます。このあたりはいいですね。はい。右スティックも同様の設定ができます。40の35だからこうだな。はい。はい。そしたら、ゲームパッドテスターの方でですね、シーンエンドチェックの方だけやってみたいと思います。右スティックが円形ですね。サークルで左がレクタングル、四角形です。こんな感じですね。右側はものすごく円形に近いですね。12% ぐらいですね。で、マックス入力じゃなくなるっていう感じで、レクタングル四角形の方は 75% でマックス入力じゃなくなるっていうような強い四角形になってますね。なんで結構ね、レクタングルに設定すると特に右スティックなんかは感度が高くなったような感じがするかもしれないです。ス
スティックの感度カーブ的には高感度っていう感じではないんですが、このね、新エンドの方でちょっとね、高感度差っていうのを感じるかもしれないですね。で、ジャイロの設定ができますっていうことで、レフトジョイスティック、ライトジョイスティックっていうのが設定できたり、アクティベートボタンの設定ですね、トグルとターンをたりができますということで、スクローズで無効化ですね。で、トリガーの設定ができます。ここがこのコントローラーで一番大きいところかなと思います。通常ジェネラルっていうね、こういう普通のアナログトリガーになるモードですね。特に抵抗感も感じないですね。これはアダプティブトリガーオフの状態だと思います。でレーシングってやるとですね、こんな感じですね。ちょっと重くなります。レーシングモードは純粋にこのトリガーが重くなるっていうモードですね。ストレングス強くするとかなり重くなります。はい。これでブレーキングとかね、左側のブレーキ操作ですからかなり強めにしてですね、微調整がこうスティックを押す重さでね、ブレーキを調整するとかですね、レーシングゲームには本当にこれいい機能だと思います。次、リコイルです。リコイルはトリガーを押してる間だけ震えるっていうモードです。トリガーを押してる間はちょっと震えたりっていうことがね、できるようになってます。ちょっとこれは遊び心のあるモードかな。でスナイパーモードはこんな感じです。一定のところが過ぎたらカコーンとトリガーが落ちるような感じですね。一気に力が弱くなります。一定まで強くてそっから一気に弱くなるっていうそんなモードですね。はい。で、トリガーロックモード。これがですね、通常のストロークが短くなるトリガーロックっていうことですね。Apex 4でもありました。これが99、100ぐらいのストロークで、これをね、極限まで20までね、下げてあげると、これだけしかストロークしないトリガーになります。これがすごく私はいいなって思うんですよね。しかもこのトリガーの範囲でね、ほとんどなんていうんですかね、ボタンを押すような抵抗感が一切ないっていうね、そんな感じなんでめちゃくちゃこれはね、連打しやすかったりします。これがね、Apex 4の時も結構好きだったんですけど、これ普通に FPS ゲームでは強いなって思います。めちゃくちゃトリガーのね、ストローク短くなりますからね。で、本当にちょっと触れるだけで反応するっていう、そんなトリガーにすることができます。バイブレーションモードですね。このモードは一体何なのか、ちょっとよくわかんないですね。何なんでしょうか。おそらくここを握ってる間震えるっていう感じなのかな。基本ですね、このね、トリガーロックモードでいいと思います。で、このトリガーロックモードですね、ある程度力を強く込めると下がっていってしまいます。ギューってね、本当に力強く握る人はね、このトリガーロックではちょっと物足りないっていう風になってしまうかなとは思いますが、軽くね、押す方はですね、これでも十分にしっかりと力強くですね、トリガーロックがかかるかなっていう風には思います。はい。私はこの設定はね、主に FPS ゲームではこの左右両方ともトリガーロックでダンピングスタートポジションですね。こちらを20にしてます。これを増やすとどんどんストローク長くなっていってしまうので、一番短い設定で使うっていうね、形にしてますということです。で、レーシングゲームに関してはね、先ほどのこのレーシングモードでですね、スタートポジション0にしてあげて、ストレングスとかをね、好みの強さに変えてあげるのがいいかなっていうふうには思いますね。はい。トリガーロックの20。はい。で、プロファイルの設定に関してはこれで終わりなんですが、さらにですね、アダプティブトリガーに関してはですね、いろんなゲームに対してね、これでね、Steam 版のApex でもアダプティブトリガーを使うっていうことができたりしますが、この機能ね、そこまで実際使ってもいい感じはね、戦闘に強くなったりとかっていうことは一切ないので、臨場感を増やすようなアダプティブトリガーの機能になってます。で、次ですね、スクリーンの設定っていうのもできるみたいです。自分でね、好みの画像だったり動画っていうのを、表示して、楽しむっていうこともできるみたいです。はい。で、セッティングの方ですね。こちらが結構大きな設定項目多くあるので、こちらをね、見ていきたいと思うんですが、
まずですね、ファーストスワップコンフィグですね。こんな感じでね、ファンクションキー、このね、コントローラー下面にあるですね、ファンクションキーとボタンを ABXY を押すだけでプロファイルを切り替えることが簡単にできますっていうね、そんな機能もあったりします。あとはコントローラーのスリープタイムですね。コントローラーが使われていない状態で何分で自動電源をオフにするかっていう設定ができます。私はネバーですね。しないっていう風に、電源を落とさないっていう風に設定しています。ジョイスティックデバウンスですね。こちら、スティックの震えっていうのを抑える機能です。こちらですね、オンオフでちょっと比較してみたいと思います。まずはオンから。はい、ジョイスティックデバイスオンの状態ではこんな感じです。ほとんどですね、スティックの震えっていうのがね、ないかなっていうふうに思います。これをね、オフにするとどうなるかっていうとですね、はい。こんな感じですね。結構ね、スティックの値が震えたりするかなって思います。FPS ゲーム、特に Apex Legends ではこれはね、オフにしておくのがおすすめですね。はい。で、オートマティックキャリブレーション、自動構成ですね。センタリングを自動で出してくれるって機能です。リバースアルゴリズムですね。これ、スティックを倒したところから一気にパッて離した時にですね、震えが出るっていうね、そういう、この震えを抑えるっていうね、そういう機能になってます。こちらも FPS ゲームで遊ぶ場合はオフでいいかなっていうふうに思います。次、ステップ精度の設定、アキュラシーです。8ビットから256ステップ精度ですね。そこから12ビットまで。スティックのね、この解像度ですね。どれだけ細かくスティックの、倒した量を検出するかっていうのをですね、設定できるんですが、12ビットにすると細かくなって8ビットだと粗くなります。特に Apex Legends では8ビットっていう風に設定するのがおすすめですね。他の FPS ゲームでは12ビットとかでもね、問題ないです。スティックの中央感度、センターセンシティビティです。これはね、リニア化設定する場合はミディアムに設定してください。特にデフォルトで使いたいという方はスローにね、設定するのがおすすめです。これね、私、ちょっとローって言ってましたけど、スローですね、正しくは。設定周りっていうのは以上になります。はい。そしたらここからは分解の様子っていうのを見ていただきたいと思います。まずはですね、このフロントのパネルですね、透明なものを外していくために、十字キーを外して、で、ちょっと外しづらいんですが、このようにね、フロントパネルを外していきます。そしたらですね、ネジがですね、6つですね、見えてきますので、こちらトルクスの6番のネジ、ドライバーで外していきます。さらにですね、この裏面にですね、スマートフォンを固定する用の固定の土台みたいなものがあるんですが、ここを外してやってですね、プラスネジでこちらは2本のネジを外してあげます。そしたら簡単にですね、手で、このようにバックパネルの方外れてくるんですが、バックパネルとフロントパネルというか基板の間にね、リボンケーブルがつながっているので、そちらをね、引っ張って、断線しないようにっていうね、ことは気をつけなければならないですね。でまずはこのね、リボンケーブルのところをですね、ロックがついているので、その黒いロック部分を上に上げてやって外してあげます。そしたらこのようにですね、バックパネルが取れて、基板のところがね見えてきます。でこちらはねネジが12345本ですね、肩の部分とこのバッテリーの部分とその真ん中のねネジっていうね5つを外していきます。この5つを外しただけではね基板実は取れてこないです。さらにですね、このモーターの部分を外してあげるとですね、この中にネジが片方で2個、合計4つありますので、こちらもね、この辺り全てプラスネジなんですけど、外してあげる必要があります。このね、振動モーター用ブラケットっていうんですかね、こちらをね、外さなきゃいけないっていうのがちょっとね、特殊かなっていう気はしますね。でここまで外せたらですね、基板が浮いてくるので、フロントパネルと基板を外していきます。はい。で、このフロントパネル側にはですね、液晶部分っていうのがそのままついてくるので、そこのね、接続がピンになっているので、そのピンを折り曲げたりしないようにですね、優しく外してあげる必要があります。でApex 5のね、スティック周りとかをちょっと見てたんですが、こちらはね、ほとんどおそらく前回のね、Apex 4とかと変わりはないのかなっていう気はしますね。こちら、スティックサイドから見ると、ホールエフェクトセンサーの素子とですね、マグネットっていうのを見ることができますね。
フライディジのね、いつものお得意の仕組みっていうところで、十字キーの方ね、このタクトスイッチなんですが、非常に背の高いですね、この軸がついていて、それを支点にしてね、動くっていうそういうタイプの十字キーだったんで、結構これはね、斜め入力っていうのはしやすい方のタイプの十字キーかなっていう風に分解した感じでは思いましたね。で ABXI ボタン、フェイスボタンに関してはマイクロスイッチが使われてました。カイル製のものでした。はい。それでここまでね、LCD ディスプレイの方も分解してですね、これでようやく PlayStation 5とスイッチの遅延検証っていうのができるようになりましたということでですね、これでやっていきます。はい、それで今回もプロメテウス82っていうね、方法で遅延の計測っていうのを行ってきましたので、結果の方をね、ゲームパッド LA さんの方で見ていきたいと思います。まずはそうですね、有線ケーブル接続の方の遅延の結果から見ていきたいと思います。ほぼね、スティックとボタンの遅延の計測結果同じぐらいで、平均すると 2.82 と 3.01 ミリセカンドっていう結果でしたね。これはね、プロメテウス82っていうね、方式にしてはね、非常に、ポーリングレートも 1000Hz っていうことですから優秀な値だったかなと思います。これならね、全く問題なく使っていけるっていう感じがします。特にね、スティックの遅延これ相当優秀だなっていうふうに思いますね。ポーリングレート 2000Hz とかのコントローラーよりもね、最近だとレインボー3とかよりもね、スティックの遅延は優れていたっていうところで、これだけの遅延であればですね、第一線級で戦っていけるって、そんな有線ケーブルの遅延の結果でした。無線ドングル接続の方の結果ですね。そちらはこんな感じです。こちらもね、スティックとボタンの遅延の差っていうのはかなり少ないですね。平均 5.54 と 4.9 っていうことで、これならね、無線ドングルでね、無線接続で日常使いしてもいいし、FPS ゲームとか格ゲーやってもね、問題ないんじゃないかなっていうような優れた遅延でしたね。なんで、無線ドングル接続もね、十分に使っていけるコントローラーっていうところはポイント高かったかなと思います。Bluetooth に関してはね、いつも通りですね、かなり遅かったっていうところで、ここに関してはね、グリキッドのね、ES Pro みたいな特殊なコントローラー以外はね、Bluetooth 接続についてあまり期待できないかなっていうところですね。PC 接続時の支援の結果っていうのはこんな感じでしたね。はい。かなり優秀な結果だったと思います。はい、続いてブルックウィングマン FGCVX を介して PlayStation 5に接続した時の遅延の計測結果っていうのがこちらですね。紫色が Apex 5の結果になっているんですが、無線の方は 68.13 ミリセカンドですね。有線接続で 67.63 ミリセカンドで、これはデュアルセンス1と全く同じ遅延の結果っていうことになりました。これも本当に素晴らしいですね。どうしてもね G7 Pro みたいなですね、デュアルセンス1に勝ってしまっているようなコントローラーと比べるとですね、ちょっと遅めではあるんですけど、それでもね、67.63 デュアルセンス1と全く同じっていうことはですね、これ相当に、PlayStation 5で使うのにもいいコントローラーだったということです。何よりもですね、追加6ボタン仕様で PlayStation 5で使えるコントローラーっていうのはものすごく貴重なので、これはね、熱いですね。このコントローラーですね、相当 PlayStation 5で使うコントローラーとしてもおすすめになっています。はい、さらにですね、スイッチプロコンと比較したスイッチ1接続時の入力遅延の計測結果っていうのはこちらになっています。こちらもかなり優秀でですね、わずか 0.01 フレーム差ということで、100回ね、測ってそのうち1回だけ1フレーム遅れましたっていう、そんな、結果ですね。これは相当に優秀だなっていうふうに思います。これならね、スイッチでスマブラとかやってもいいかなっていうところでですね、実はね、サイクロン2の方ちょっとね、ボタンの遅延の方は優秀だったんですが、スティックの遅延が問題があったっていうことをね、コメントで教えていただいていてですね、もちろんエーテルとかサイクロン2に関してね、このボタンの遅延ほどはね、実は良くないっていうね、話があったりするんですけど、Apex 5に関してはですね、スティックの遅延優秀なので、これならスマブラとかも可能性あるんじゃないかなっていうね、そんなコントローラーでした。総じてね、フライディジっていうのは独自に遅延検証をやっているみたいな話もあるみたいなんですが、本当に遅延は優秀だったっていうところがあります。なんでね、遅延気にされる方もね、こちら Apex 5とかですね、良かったっていうので、今後ね、ベーダー5 Pro とかにもね、すごく遅延の結果っていうのは期待ができるんじゃないかなっていう風な検証になりました。
はい、それで Apex 5でですね、やってきたゲームプレイの方ですね、まずは Apex のランクプラチナ2からっていうところを見ていきたいと思います。ショットガンですね、ビースキーパーとかめちゃくちゃ当てやすかった印象がありましたね。割とね、コントローラーによってですね、セミオート系の武器とかショットガンっていうのは難しいコントローラーとかもあったりするんですが、中でもね、Apex 5っていうのは当てやすかったような印象っていうのが結構ありましたね。はい。かなり危ない状況だったんですけど、なんとかね、返せて、倒せたっていうシーンだったりですね、もう思いっきり詰めてこられた状況でですね、上取ってるんで、しっかりと返していくっていうね、そういうシーンですね。RE とかもね、すごくよく当たってですね、やっぱジョイスティックデバウンスアルゴリズムっていうんですか、ジョイスティックデバウンスの方をね、オフにしてあげるとですね、当て感上がるっていうそういう印象がありました。この辺りはね、震えがあるコントローラーの方がね、やっぱり強いっていうのはですね、エボトップの頃からですね、ブリッツ2の安定化係数しかりですね、よく思っていたところであるんですが、この Apex 5も比較的振動度合いっていうのは強めでですね、スティックがね震えるっていうね、その状況っていうのは Apex Legends のエイムアシストにはいいっていうね、そんな感じがずっとしてますね。はい。今のねランク環境も完全にね外でやっててもキルムーブをねすることが多くなってですね、あんまりアンチムーブってそこまでしてないかなって感じで、最終映もそんな残ってないことがね多いかなっていう感じでですね、カットいってですね、漏れるポイントっていうのはあんまりキルポで増えるわけじゃないですし、なんかね、ちゃんと漏れる試合っていうのはすごい時間がかかる印象があってですね、やっぱりソロ級はね結構きついシーズンだなっていうのは相変わらずね思うところではありますね。はい、こんな感じのねちょっと遠い距離の、リピーターとかもだいぶ当てやすくて、 Apex 5本当にね当て感に関してはそれと相当高いいいコントローラーだなっていうんで、ちょっとねスティックのレスポンスカーブだけは調整が必要ではあったんですけど、これさえしてあげれば相当強く使えるコントローラーなんじゃないかなとは思いましたね。はい。そのあたりね、ベーダー5で、このままでいくのかなっていうところはね、やっぱりね、もうちょっと素直なカーブのね、スティックであってほしいなっていうのはまだちょっと思うところでは、それでもね、ありますけども、どうなんでしょうという感じですね。はい。で、この試合はね、確かチャンピオン取れた試合だったかなと思うんですけど、結構 Apex 5でね、ランクをしばらく回してみてね、もう全くね、このコントローラーは、本当にトップクラスに当てていけるね、いいコントローラーだったなっていう風に感じましたね。もうね、1人やられちゃって相手まだ3人残ってる状況で、もうこうなったら心臓バクバクでね、本当にね、テンパってしゃあないっていう感じだったんですけど、まずはね、パスが孤立してそうだったので 1v1 やって倒していったっていう感じで、ここね、巻くべきかどうかすごい悩みながらですね、巻いてしまおうということで巻いたんですけど、削れてるはずのジブっていうのを一人やってですね、で、ここで起こし入れようかどうしようかって感じで周り安全確認して、近くにいなかったので起こし入れてみたんですけど、足音したので、先頭に行ったって感じですね。足音ね聞こえたけど案外遠かったんで起こせたかもなとかね、この辺の立ち回り何が正解なのかね未だにわからないんですけど、この試合で、プラチナ1ですねに行くことができましたって感じです。この調子でなんとかダイヤにはね、行っておきたいなって思っているところですね。はい。続いて、コールオブデューティーブラックオプス6ですね。こちらについてもね、ABEX と同じようにですね、当てていくのはね、すごくやりやすくてですね、エイム完璧にできる、そんなコントローラーになったかなっていうふうには思います。若干ですね、中立ウッキーの感度高いかなっていうんでね、敵を倒した瞬間にエイムアシストが外れて、あの風にヒュッてねなんかエイムが動くっていう現象があったんですけど、あのあたりね、ちょっと、中立の感度は高くしすぎてんのかなっていう気はしなくはないんで、リニア化設定ね入れてやってたんですけど、このあたり調整されてももしかしたらいいかもしれないですね。で、Apex Legends ではね、スティックの震えっていうところがですね、ジョイスティックデバウンスアルゴリズムのね、オフっていうので、結構、
当て感上がるっていうね、ことがあったんですけど、ブラックオプス6ではね、どうなのかっていうところはね、まだちょっと分かってないところではあります。そのあたりもね、いろいろ検証してやっていきたいなっていうところではあるんですが、まあできたらですね、要は、安定化係数とかですね、このジョイスティックでバウンスとか、このあたりですね、オンオフでの違いをね、何らかの指標でですね、計測できたらいいかなっていうふうに思っているところで、まあ、例えばブリッツ2の安定化係数マイナス10と、ジョイスティックでバウンスオフの Apex5、どっちの方が震えが大きいのかとかですね、震えが大きければ大きいほどいいのか、それとも、このぐらいの震え方が適切なのかみたいなね、そんなところが測れる指標があったらいいかなっていうふうに思ってたりはするところで、基本 Apex の場合は結構大きめな震えですね。エボトップみたいなね、大きな震え方がいいっていうのはなんとなく分かってるんですけど、じゃあそれがね、どこまでいけばいいのかみたいなところっていうのはね、ちょっとすごく今気になっててね、個人的に熱いトピックだったりもするので、今後のね、コントローラーのレビュー動画とかで、出していけたらなっていうふうに思っているところです。はい、コールオブデューティに関しても非常にね、当て感が良くていいコントローラーだったという印象でした。はい、で最後にバトルフィールド6ですね、こちらでも遊んできました。Apex やコールオブデューティと変わらずにですね、非常にエイムはやりやすくていいコントローラーだったなっていう印象ですね。当て感に関してもね、文句なく良かったかなっていうところですね。なかなかね、敵さんも相当強くてね、負けることも多々あったりとかしたんですけど、結構キル数もね、伸ばすことが私にしてはできたかなっていうところでね、まだまだ BF に関してはね、そこまでプレイできてないので、立ち回りとかね、動き方に関しては、全然、うまくできないところが多いんですけど、それにしてはね、まあまあ倒せたかなっていうところ、まあね、これはコントローラーのね、良さのおかげもあったんじゃないかなっていうふうには感じたところです。あとはね、追加ボタン数が多いというところが何気にバトルフィールド6でポイントかなっていうふうに思うんですよね。スティームショットじゃないんですよね。なんて言ったらいいのかわからないんですけど、上下左右ボタンとかもね、結構使ったりしますからね。で、そのあたりを背面ボタンとかに割り当てたりですね、っていう風にしてあげることでね、追加6ボタン仕様に、しっかりね、設定を合わせ込んであげれば、右スティックから親指を外さずにですね、遊ぶっていうこともね、左スティックから親指を外さずに遊ぶとかね、そういったこともね、実現できるんじゃないかなっていうところでですね、私まだね、そこまで設定に詰められてないんですけど、そのあたり、やり込んでいくとですね、この追加6ボタンならではの良さっていうのが出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、そこは Apex5 のね、明確な利点かなっていうふうには思ったところですね。総じて FPS ゲームに関してはね、この Apex5 というコントローラーはさすがにね、いいコントローラーだったと思います。ただやっぱりデフォルトで使うのはかなり厳しいんじゃないかなっていうふうには思ったところで、そのあたりがね、ベーダー5に対するちょっと不安要素だったかなっていうふうには、感じました。しっかりリニア化さえしてあげればね、本当に素晴らしいコントローラーだったなっていう風な感想ですね。はい、そしたらスト6で、十字キーと ABXI ボタンのテストやっていきます。勝利が出なかったですね。タイミングの問題っぽいかな。そうですね。はい。サクッとね、2回
トライするだけでコンボ練習が完走することができたっていうことで、めちゃくちゃ十字キー入りがいいですね。やっぱりこれはね、斜め入力なかなか斜め抜けしないんじゃないかなっていう感じがします。このね、十字キーの形状もすごくいいかなって思います。これは結構いいんじゃないですか。連打もね、結構しやすいかな。ちょっとだけ ABXI ボタン、十字キーも、十字キーはいいんですけど、ABXI ボタンちょっと重いっていうのとね、やや本当にストローク短いコントローラーと比べると、ちょっとストローク多めなんで、ちょっとそのあたり気になるかもしれないですけど、かなり格ゲーにもいけそうな感じっていうのはありますね。そうですね。ABXI ボタンの連打がちょっと重くてやりづらいかなっていうところで、格ゲーにはね、若干向いてないかなっていうところなんですけど、十字キーは本当に素晴らしくて、斜め抜けしないっていうね、結構惜しい感じかなっていうのが正直な感想ですかね。かなりいい線いってるんですけどね。あとはやっぱ十字キーどうしてもタクトスイッチなんで、こういうね、カチカチという入力音がマイクロスイッチよりも大きいんで、そのあたりちょっと気になるかなっていう感じですね。相当このカチカチ音大きく出るんで、十字キーはかなり良くてね、タクトスイッチなんですけど、前ダッシュがちょっと連打しづらいっていう時があるのと、ABXI ボタンちょっと重めで、連打がしづらいっていうところで、格ゲーに完璧に向いてるかって言われるとね、なかなかちょっと向いてるとは言い切れないかなっていうところですが、斜め入力っていうのはね、全然綺麗に入ってくれるね、斜め抜けしづらい十字キーではあったかなっていう感じでした。はい、最後にアセトコルサで、振動機能とアナログトリガーのテストをやってきました。一応ですね、両トリガーともレーシングモードにしてですね、ちょっと重くして、遊んでました。スティックの方はね、リニア化設定を入れた状態になっています。で、振動なんですけど、やっぱり私はね、このフライディジの振動っていうのは素晴らしいなっていうふうに思いました。これはね、順行ですね、デュアルセンスとかだとね、ちょっと、細かい振動弱すぎるかなっていうね、ことを感じることがたまにあるけど、このフライディジのね、振動に関してはそういう弱い振動も適度に強調してくれてですね、なおかつ迫力ある振動っていうのもすごくね、綺麗に迫力を出してきてくれてですね、本当に振動はいいなっていうふうに改めて思ったところがあります。でですね、レーシングゲームやってみてね、本当にタイムがね、めちゃくちゃ出しやすくて、本当にね、Apex 5ですね、ベイダーよりもね、レーシングゲームを遊ぶには、やっぱり最適なコントローラーだなっていうふうには思いましたね。振動も素晴らしいですし、アナログトリガーのね、この重くできるっていう機能も素晴らしいですしね、スティックの方はね、ちょっと癖があるかなっていうところはあるんですけど、そこはリニア化設定でね、うまくカバーしてあげるとですね、本当にタイムがすごくすんなり出せてね、これは順行でもね、ここまですんなりタイムを出すっていうのは難しかったかなっていう印象があるので、Apex 5はね、そこはもう順行にね、レーシングゲーム用途では勝ってるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。そんなわけでね、46秒台を連発することができてですね、このラップに関しては1分46秒767っていうね、そんなタイムでした。最近レビューした中では最速クラスだと思います。はい、以上ですね。フライディジの Apex 5をレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。非常にね、ちょっとね、スティックデフォルトだとかなり癖があるっていうところで、これがもしベーダー 5S とかベーダー5 Pro ですね、そちらにも引き継がれるのだとしたらですね、ちょっと不安になるっていうのが正直な、ところでしたね。本当にこれで大丈夫なんかなっていうのはね、思っちゃってね、スティック中央感度スロー、っ
っていう設定にしてあげれば、デフォルトでも使えなくはないんですけど、あのままね、特にリニア化設定とかしないで使われる方はね、このスティックほんと使いづらいなって思っちゃうんじゃないかなっていうところはあったんですが、リニア化設定してあげてですね、ジョイスティックでバウンスアルゴリズムっていうところをオフにしてあげるとですね、当て感もかなり高めのコントローラーだったかなっていうんで、R5 でのね、勝率とかも結構良かったので、結構ね、強いコントローラーだったなっていうふうには思いました。背面用ボタンね、こちらも非常に押しやすい位置にあって、ついにこの縦配置にね、フライディジもなったっていうことでですね、これも本当に良かったっていうところで、これはね、めちゃくちゃいいコントローラーだったのは間違いないんですが、ただね、ホールエフェクトで 1000Hz っていうね、若干ですね、ちょっと、最近の流れに対してはね、遅れてきているのかなっていうのがフライディジの製品に対する正直な感想でした。これであればね、別に Apex 4とね、そこまで大差なくてですね、背面ボタンの配置が変わっただけかな、みたいな、そんな感覚になってしまったっていうのが正直なところで、あえてじゃあ他のコントローラー使ってる方がね、これに乗り換えるっていうモチベーションっていうのはどこにあるのかなっていうのがね、よくわからなかったなっていう、そんな感じのコントローラーでした。はい。価格もね、17,000円とか18,000円するっていうところで、あんまり魅力的な選択肢にはならないんじゃないかなっていうところはあったんですが、ただですね、遅延の性能とか、あとはね、FGCVX 介したプレイステーション5での遅延性能というところはね、ものすごく高かったので、そのあたりもね、G7 Pro の方が正直いいかなとかね、そんなところもあったりもしてね、っていうところなんですが、やっぱりこの追加6ボタン仕様であれだけね、高い遅延性能を持っているコントローラーっていうのは、現状このコントローラーぐらいかなっていうところで、一応レーザーのね、8K とかあるんですけど、あのあたりもね、そこまで 8K って言ってる割には遅延の値良くなかったりみたいなこともあったので、価格とかも考えるとですね、私は追加6ボタン仕様のコントローラーで、今すぐにね、必要で、なおかつ遅延の性能もしっかりいいものが欲しいとかですね、PlayStation 5で使いたくて追加6ボタンが欲しいっていう方にはね、いいかなっていうところの、コントローラーだったと思いました。ベーダ5 Pro が出るのがね、おそらく年明けぐらいかなとかね、年末か年明けかみたいな感じだと思うんですけど、結局日本に来るのは多分年明けてからなんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、それを待てる方はね、全然ね、これ買う必要はないかなっていうふうにはやっぱり思ってしまったところです。はい。今回の動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。それでは私はこちらのモノルっていうサイトの管理にもやっています。今回ご紹介したような Apex 5のいろんなスペックとかですね、ちょっと今回ね、本体重量の情報とかね、スティック感度株まだ載せきれてなかったんですけど、後でね、そちらの方も載せておきたいと思います。私のレビューとね、ちょっと違う意見があるよとかっていう方もね、ぜひぜひ口コミの方で書いてね、伝えていってくださったらね、いろんな方の参考にもなるかなと思います。そういったところも含めてですね、口コミ大募集中ですので、ぜひね、書いていってくださったら嬉しいです。もちろんね、私と同じように、このあたりがすごくね、レビューの通りだったよっていうね、そういう再確認の口コミとかもね、すごくね、他の方の役に立つかなっていうふうに思いますので、いろんな意見をね、ぜひ書いていってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。